今週の STB は未来ウィークと題しまして、北海道の未来を考え、未来に挑む方たちを応援して、一人一人が自分の未来を思い描くためのきっかけになるような内容をお伝えしています。今日は中継でお伝えしましょう。こちらです。掘削のプロ養成する国内唯一の専門学校に生潜入。開校以来就職率 100% を誇る今話題の教育施設です。校内には見たことがない機械がずらりと並んでいます。さらに巨大な掘削機や国内に数台しかない最新シミュレーターもあります。現在道内はもちろん全国各地からやってきた学生の皆さんが日々勉強中です。実はこの学校で学ぶ掘削技術が未来のために必要不可欠なんです。何を学び、どう未来につなげていくのか、ご紹介しましょう。やってきたのは札幌から車でおよそ4時間ほど、道東は白糠町です。3年前この町に国内唯一の掘削技術専門学校が開校したんです。いやー、もう VTR を開けましたらもうすっかり暗いですね。日没も早まってますね。今の映像でございますよ。先ほどまでねパラパラ雨も降っていた白糠町なんですけれども、ここにいますよ。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれどもね、もうすでに学校の敷地内にお邪魔しております。で、暗い中なんですが、ポッと明かりを灯して我々は待ってくださっているのが学校の施設、実習棟というところです。この場所で実習が行われるんですよ。皆さん見えましたか？もうすでに学生の皆さん集まってくださっています。皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。この学校ですね、今年は入学したのが13名の学生が入学をしまして、1年間勉強をした後、3月に卒業ということになります。どうでしょう、もうすでに就職先内定をもらってるよっていう人は、全員なんですよね。なんと全員が掘削関連の会社にもうすでに内定をもらっていると。遠くは鹿児島に行く学生の方もいらっしゃるそうなんです。そんな学校の今日は魅力も教えていただこうと思いますよ。島田先生にお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、島田先生、基本の木ではあるんですけれども、そもそも掘削っていうのはどういうものなんでしょうか？やはり地面に深く穴を開けていく、機械を使って開けていくのが私たちの技術になります。ということなんですよね。で、その掘削技術というのは、未来につながるエネルギー分野でも多大な貢献というか力をね発揮しているわけです。例えば洋上風力発電であったり地熱発電、こういったエネルギー分野の開発で力を発揮しているというのがこの掘削技術なんです。で、今我々がいるこの実習棟にはその掘削に使う機械もずらっと揃っていまして、例えば奥までスーッと伸びたこの長い柱のようなもの、これは何ですか？これはドリルパイプと申しまして、掘削をするときにこのパイプをつないで、井戸を掘っていきます。2000メーター掘るんであれば200本近くつなぐことになります。ですからこれで穴を掘っていくと、このパイプが地中深くにぐーっと刺さり込んでいくわけなんですね。で、穴を掘るのに欠かせないドリルというのも皆さんにご紹介しましょう。パイプの先にドリルをつけて、そうなんです、穴を掘っていくんですが、見えてまいりましたよ。こちらがそのドリルたち。名前はこれはビットと申します。ビットというドリルなんですね。いや、まずこの刃の部分といいますか、先端部分がかなりゴツゴツしていまして、硬い地層もしっかりと砕いてくれそうな、そんな丈夫な刃になっています。これが大きいものから中くらいのもの、そしてかなりねサイズが小さなものまであるんですが、もう皆さんも今ご覧いただいてびっくりしたんじゃないでしょうか。こんな大きなビットもあるんですよね。ガンダムの足みたいな感じだった。
強そう。本当そうですよね。先生これどれくらいの大きさがあるんですか？大体直径で70センチ弱ぐらいです。直径70センチのドリル、特別に今日ちょっとね持ち上げさせていただきます。いきますよ。せーの。気をつけてこれ。やめなさいやめなさいって。全然上がらないんですけど、これ何キロぐらいあるんですか？1トン弱ぐらいあります。1トン弱。そんなにある。絶対に上がらないですね、これはね。でもこういった大きなドリルがあるからこそ、硬い地層もしっかり砕いていくことができるわけなんです。さあそして今日は視聴者の皆さんに、このドリルを使ってどう穴を掘り進めていくのか分かりやすく説明する模型を先生ご用意してくださいました。先生この模型どうしたんでしたっけ？これは約1年かけてですね、私が手作りしたものになります。先生の手作りでございます。このジオラマを授業でも実際に使って学生の皆さんに授業をしているということなんですね。この掘削機の名前はズバリ何と言うんでしょうか？ロータリー掘削機と申します。ロータリー掘削機、よく部品を見ていきますと、この黒い柱のようなものが先ほど我々見せていただいた掘削に使うパイプなんですよ。実物が大きさということですからね。でこの模型実は動くんですよ。今回この模型動かしていただこうと思います。担当してくださるのは上富良野町ご出身の風間さんです。風間さん緊張してますか？はい、緊張しております。今日ご家族も見てくださっているということですので、ぜひその晴れ舞台頑張っていただきたいと思います。それでは風間さんお願いします。さあ今ひねりました。つまみをひねってゆっくりと今回り始めています。さあこのドリルがぐーっと下がっていきますよ。皆さんに地下深くの世界をご体験いただきましょう。地中はこうなっているんですね。そうなんです。先ほどご覧いただいたビットが今くるくると回っているの分かりますでしょうか？はい。これが地中深くまでぐーっと入っていく。いやこの模型があるとかなり分かりやすいんじゃないでしょうかね。授業で生徒さんの理解を深めるために手作りをしたという模型です。でこの模型今ご覧いただきましたが、実物のロータリー掘削機も学校の敷地内にあるんです。日中の映像をご覧ください。私たちのいる実習棟のすぐそばにこの本物のロータリー掘削機があるんですね。数年前まで掘削現場で実際に使用されていたものなんです。その大きさは高さがなんと40メートル、ビルに換算しますと13階建てぐらいですね。先生この掘削機実際に授業で使うんですか？はい、授業の方はですね、チームで使わないと動かない機械ですので、動かすんではなくて実際の機械を使って機械の構造ですとか取り扱い方法の説明なんかに使っております。ですから身近にあることで見て学ぶために置いているということですね。でこの地中の様子は先生のジオラマで勉強することもできるということでございます。そして例えば地中、島田先生、地中深くてどれぐらい長さでいうとどれぐらい深くいくんですか？地熱ですと今2000メータークラスが多いんですけども、石油ですと5000メータークラスまで掘ることもあります。5000メートル下まで掘り下げていくこともあるということなんですね。なかなか想像しえないような深さではありますけれども、その掘削技術本当に幅広い分野で活躍をしています。先ほども一部ご紹介しましたが、エネルギー分野でいう風力発電や地熱発電以外にもね、天然ガスの開発分野でも活躍をしているんです。ただ先生、中でも再生可能エネルギー、ズバリ今一番注目されているのは何でしょうか？はい、地熱開発、地熱発電が今一番盛んです。地熱発電が今注目されているということなんですね。地球温暖化対策として CO2 の削減が求められている中、この地熱発電将来重要な役割を果たすと言われています。ちなみに北海道では森町や南茅部地区に大きな発電所があります。地熱発電は地下からぐーっと蒸気を取り出して発電するので CO2 はほとんど出さないそうなんです。未来のエネルギー供給の安定性を保つものとしてこの地熱発電が今注目されているんです。先生、そんな中でこの学校が建てられたわけですが、今建てなきゃいけなかったその背景にはどんな問題があるんでしょうか？やはり掘削技術者の不足というのが一番です。技術者、実際掘らなきゃいけない穴がいっぱいあっても人がいないっていうことなんですよね。今その地熱発電の開発に欠かせない
掘削技術者っていうのはどんどん減ってしまっています。豊かな熱資源はあるのに人材がいないから掘削機を動かせない、もどかしいんですが、今の日本の状況というのはそうなんです。この学校はその失われつつある技術をしっかりと受け継いで、エネルギー分野の未来を担うその人材を育成するために設立されたものなんです。学生さんはそこで学んでらっしゃるということなんですよね。で、今我々一旦外に出てきましてね、実習と別の建物に移動してまいりました。この学校には実習棟が3つほどありまして、今日中継では2つご紹介します。この建物でズバリ先生がご紹介したいというのがこれですね。はい、止水機という掘削機になります。これも掘削機なんです、確かによーく見てみますと、この先にドリルがついているの分かりますよね、今日はこのドリルを動かして土に見立てたコンクリートをガリガリガリっと削っていただこうと思います。担当してくださるのは鹿児島ご出身の黒岩さんです。それでは黒岩さん、お願いいたします。お願いします。実際に実習でもやっているというこの止水機の今ハンドル上に上げまして動き始めました。ゆっくりコンクリートへ向かっています。ドリルがゆっくりゆっくりと、もう間もなく今音が変わりました。ゴリゴリゴリと先生、上から押し付けるような形なんですね、上の方から圧縮する力で岩石を砕いていきます。いやー、本当数秒でもよく削れてるのが分かります。黒岩さん、ありがとうございます。ちょっとこのドリルを上に上げていただきますとですね、このコンクリートが先ほどより削れていて、ちょっとこのコンクリートのカスも出ているのが分かるんじゃないでしょうか。今ほんの数秒しかご覧いただくことできなかったんですが、これをだいたい1時間ほど掘り進めましたものがこちらなんです。この丈夫なコンクリートに穴が開いてまして、だいたい私の人差し指の中腹ぐらいまでですかね、穴が掘れているという状況です。こういった実際の機械を使って掘削の技術を学んでいく、実物に触れることができるのもこの専門学校のいいところということですね。で、まだまだ素敵な設備というのがあるんです。続いては最新設備ご紹介しましょう。校舎内に移動しますと、こちら国内でも数少ないシミュレーターがあるんです。本物を動かしているようなリアルさ、コマーシャルの後。国内唯一掘削のプロを養成する掘削技術専門学校から生中継。3年前にできたばかりの学校で開校以来就職率は 100% を誇ります。将来のエネルギー産業を支える若者が日々どんな勉強をしているのか、今日はご紹介しましょう。今日まさにね、授業終わりだという学生の皆さんが笑顔で手を振っていただいて、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そんな皆さんにお出迎えをしていただきまして、我々は実習棟から校舎の方へと移ってまいりました、校舎入りますと、まずホワイエという空間がありまして、なんかゆっくりくつろげるソファーなんかもあるんですよね。そういうとこないとね。そのホワイエの壁際のね、アンモナイト？いやいや、アンモナイト、そういうとこもないと。でも実際アンモナイトあったんだ。ないとね、そういうとこもないとアンモナイト、そういうシャレがかかってるってことですか？そういうわけじゃない。こんな奇跡あるんですか今？地下から出てきたものですから。これ地下から出てきた本物のアンモナイトということです。大きいですね。で、そういうものもないとっていうことで、壁際を見ていただきたいんですけれども、掘削に使う道具っていうのがね、ずらーっと並んでいます。これも授業で使うようなんですが、どうやってこれ集めるんですか？これはですね、掘削関係の会社さんから全てですね、無償でいただいたものです。だから学生の皆さんに実物に触れて勉強してもらいたいということで、提供してくださったものがこう並んでるってわけなんですよね。で、そんな壁際の道具を後にしまして、向こう側に移っていきますと、先ほどコマーシャルの前にもご紹介しました、国内にも数台しかないという最新の掘削シミュレーターがあるんです。モニターが4台ありまして、そしてその手前にゲームコントロールをするようなスティックのついたものもあるんですね。では実際にこのシミュレーターを今日学生の中園さんに操作していただこうと思います。それでは中園さん、お願いしてもよろしいですか？お願いします。では実際に動かしていただきまして、はい、このコントローラーに手をかけてゆっくりと今右手のレバーを前に倒しました。そうするとモニターご注目ください。変化がありました。上から
黄色と赤色の機械がぐーっと降りてきました。中園さん、これは今何をしている状態ですか？これ今、真ん中のこの機械を使ってパイプを下に下ろしている状態にしています。ですからまさに今穴を掘っている。はい、今掘っています。どうですか、学校にこのシミュレーターがあるっていうのはやっぱり違いますか？はい、もう全然違って失敗しても何度もやり直すことができて、結構やりがいを感じてます。本番を前にここで実践ができると、はい、やはりやってみていかがですか？もうすごく楽しいし結構覚えられるので、いいと思います。ですよね、こういった最新の設備も用いながら勉強もしていると。いや、中園さん、本当にありがとうございます。見せていただきまして。ありがとうございました。いやー、これ貴重ですね。こういった最新の設備なども使いながら勉強している、改めて学生の皆さんにもご登場いただこうと思います。今年4月に皆さん入学してから約1年間共同生活、寮に入って皆さん生活をしていらっしゃいます。来年3月には卒業も控えているということです。内定先に皆さんこれから向かうということですけれども、代表して安西さんにお話を伺おうと思います。将来の夢や目標っていうのは何でしょうか？ジオパワー学園の卒業生としての自信や誇りを持って、今後の日本の地下資源開発の第一線で活躍できる人材になりたいと考えております。すごい、もう100点満点のもう頼もしいコメントも聞くことができましたけれども、SDGs 時代の今、本当にこれからますます必要とされていくのがこの掘削技術なんですよね。この学校は再生可能エネルギーの発展に欠かせない技術者の卵を養成しています。日本の未来のために若者たちがもう一生懸命勉強しているということが今日改めて分かりました。いや、授業終わりのお忙しい時間ではあったんですが、学生の皆さん、そして先生にお付き合いいただきました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そういうお茶目な一面もあるんですね。ありがとうございます。さあ、今日は国内唯一の掘削技術の専門学校に潜入しました。ここには日本の可能性を掘り下げる若者の姿がありました。以上、生中継でご紹介しました。皆さんも授業が終わったように残っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。いやー、でもそのエネルギーって我々の要するにライフラインですから、それが掘削をするっていうところが礎になってるってもうそもそも知らなかったですね。そうですね。本当に見るものも初めてのものばかりでしたし、最新技術と学ぶ皆さんがあってこその未来なんですね。それがまた北海道にそういう学校があるというのもね、知ることができましたね。STB 未来ウィークでは未来へのアクションと題しまして、その掘削っていうのはそんな大きなことじゃなくてもね、未来のためにできることっていうことを皆さんからね、数々メッセージをいただいておりますのでご紹介しましょう。はい、まずは札幌市の60代の男性からです。綺麗な街になるように月に1回ほど駅の周辺のゴミ拾いをしていますということで、もうこれはもちろんボランティアでなさっているんだと思いますけれども、季節によりゴミの種類が違うことが分かりましたということで、マスクの季節だったらマスクが多いとかそういうことだとは思うんですけれども、でもこれで季節を感じるっていうのはちょっとね、悲しいことでもありますし、街が綺麗なのはこういう方がいらっしゃるからかもしれないっていう思いも忘れないでいたいですよね。代わって札幌市の60代以上の女性の方です。親から譲り受けた着物を洋服やポーチ、コースターなどできる限りリメイクして使っていますということで、これもちろん物もそうですし、思い出なども大切にするっていうことにもつながるかもしれませんね。本当にいいお話だなと思うんですけど、環境に優しいってだけじゃなくて本当に人に優しいんだなっていう、だからこういうね、未来につなげるものって思いやる心っていうものもね、ぜひ紡いでいかなきゃいけないんじゃないかななんていうふうに思いますよね。こういったいただいたメッセージは STB 未来ウィークのホームページで公開しておりますので、こちらもどうぞご覧ください。